いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回の授業はメバリングのテクニックジグタン編です。様々なタックルが存在するメバリングですが、いろんなものを使いこなして引き出しを増やすことができればメバリングがもっと楽しくなってきます。今回はメバリングの基本となるジグタンの釣り方を紹介いたします。また、まとめの最後においてフライフィッシングのメバリングで使えるテクニックも紹介いたします。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から見ていきます。2ポンド、4ポンド、1グラム以下。冬は石、春は藻、表層、ただ巻き。それではこの3つについて解説していきます。2ポンド、4ポンド、1グラム以下について解説していきます。漁港などの近距離でジグタンメバリングを楽しむには、その場所で釣れる平均的なアベレージサイズ15センチから20センチ程度に合わせた道具選びをすることで、小さな当たりでも感じやすく魚とのやり取りをより楽しむことができます。不意な大物にも対応できることも想定して紹介いたします。ラインの種類につきましてはいろいろございますが、今回は基本となるラインで進めさせていただきます。まずはじめにメインラインはフロロカーボン2ポンドを使用します。2ポンドは 0.5 号で強度荷重がかかると切れる恐れがある値は 0.907kg です。例えばおよそ1リットルの水、ペットボトルと同じくらいの力がかかると切れるくらいです。個体差にもよりますが、アベレージサイズのメバルは1匹 200g から 300g 程度になります。この重さからして2ポンドのラインは余裕があるラインとなります。次にリーダーはフロロカーボン4ポンドを使用します。リーダーとはメインラインの先につけるねずれに強いラインのことを言います。リーダーをつけておかないと障害物などにラインが当たった時に切れやすくなってしまいます。ジグヘッドは 1g を使用します。漁港周りを狙うには十分な重さであり、沈む速度や操作性もバランスが取れているサイズになります。ワームは 1.5 インチを使用します。ハイシーズンとなる春先はベイト、小魚は小さく、網や小さなイカを捕食することも多くあります。メバルは視力がとてもいいため、実際に捕食しているものに近づけた方がいい結果となることがあります。1g のジグヘッドで釣れない場合、場所移動や遠くに投げてみたりすることもありますが、0.4g のジグヘッドに変えて沈む速度を遅くすることで、それまで見向きもしなかったメバルが反応してくれることもあります。冬は石、春は藻について解説いたします。基本的には岩場やテトラ帯、海藻などの障害物に住んでいるメバルですが、障害物といえども季節があります。それは海藻の成長が影響しています。海藻は一般的に秋に芽吹き、冬で成長し、春にピークを迎え、胞子を放出、夏頃には枯れていきます。春のメバルは産後回復のため捕食活動が活発になってきます。捕食対象の小魚なども成長のピークを迎えた藻場に集まってきます。身を隠すための場所としても藻場は最適な環境です。表層、ただ巻きについて解説していきます。キャストをしてジグタンが着水したら沈まない程度のスピードで表層付近を足元までリトリーブ巻いてきます。基本的にはメバリングはこれだけで十分です。しかし反応がないときは水面下50センチほどのレンジ、水深をリトリーブして速度を速くしてみたり、少しゆっくり巻いてみたりすることでメバルの反応が良くなることもあります。メバリングのジグタンで最も重要なことは海面、表層をとにかくゆっくりとリトリーブすることです。ゆっくりであればあるほど効果的です。ジグヘッド 1g を
お勧めしておりますが、至近距離でメバルが狙える状況になったら 0.4g や 0.8g などに変更してみるとさらに効果的です。今回のまとめです。メインラインは2ポンド、リーダーは4ポンド、ジグヘッドは 1g 以下、そしてワームは 1.5 インチ。ハイシーズンとなる春先は小魚は小さく、網や小さなイカを捕食することも多くあります。メバルが実際に捕食しているものに近づけた方がいい結果となります。メバルが潜む障害物は季節によって異なります。冬は石場、テトラタイ、岩礁帯など、春は藻場になります。その季節に応じたポイントを狙ってみましょう。メバリングの基本は表層ただ巻きです。メバルはいるけど釣れないときは50センチ程度深さを変えてみましょう。最後に参考としてフライフィッシングのメバリングについて紹介いたします。専門用語が多少ありますがご了承ください。フライフィッシングのメバリングにおいて海面に浮くフローティングラインと沈むシンキングラインとを比較するとその差は歴然で海面に浮くフローティングラインを使用した方が圧倒的に釣果がいいです。藻場であって昼間でも海面付近に姿は見えなくても底の方から食い上がってくるところを何度も経験しました。ジグタンのデイメバリングにおいても藻場でゆっくり表層を漂うぐらいにアクションを演出することができればジグタン表層デイメバリングも十分チャンスがあります。フライフィッシングのメバリングでよく使用しているフライ、そのターイング方法も合わせて紹介いたします。アジフライという名前になっていますが、メバルも兼用で使用しています。説明欄にリンクを貼っておきますので、お時間がありましたらご覧ください。この動画で紹介する表現に釣りって学べる独自の持論もございます。一般的な説明と異なる場合がありますのでご了承ください。釣りをする際は地球や人に迷惑をかけないよう必ずルールを守りましょう。以上となります。今回の動画がメバリングの釣果アップの手助けに少しでもなれれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。釣りって学べる